私は警戒した。夫はやけにニヤニヤしている。そして笑いながらこのように言った。もう中古のババアは無理だ。離婚してくれ。私は突然の離婚宣言に驚いた。だが答えは一つだ。いいわよ。え、夫が間の抜けた声を出した。お前本気か？私の名前はのぞみ。現在47歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して23年が経つ。夫は3歳年上の50歳で、一般企業で部長を務めている。結婚したばかりの頃は夫は私をとても愛してくれて幸せな夫婦生活を送っていた。しかし今は完璧に夫婦の関係は冷え切っている。私たちには娘が一人いるが、大学を卒業して就職と同時に家を出て一人暮らしを始めた。夫婦二人になってしまった後は、ほとんど会話すらしない日々。たまに話したとしても、すぐに喧嘩という感じだ。夫は昔から家事を手伝ってくれることはなく、ただただ不満だけが募る毎日だ。ある日、私は残業を終え帰宅。だが居間に入ると、何もせずにソファーに寝転がってテレビを見ている。私が帰ってきていることは分かっているだろうに、お帰りの一言もなければ私の顔を見ることもない。私よりも早く帰ってきてるなら、せめてご飯を作るとか風呂を入れてくれててもいいのに。しかし夫はそんなことは一切せずに、それどころか脱いだ服を脱ぎ捨てている状態。ねえ、脱いだ服くらい自分で洗濯かごに入れてよ。別に、そんなの後でいいだろ。後っていつよ。飯食ってから。っていうか早くご飯作ってくれよ。俺は腹が減ってるんだ。そんなこと言ったって私、今帰ってきたばかりじゃないのよ。そうやって文句ばかり言うなら、ご飯を作って待ってくれるか、手伝うとかしてくれてもいいじゃないのよ。はあ？俺は仕事で疲れて帰ってきてるんだ。文句言ってないでさっさと作れ。何よその言い方。部下を持つ人間だとは思えないわ。はあ、お前が何を言っても俺は部長だからな。それに俺は部下から慕われてるんだ。そんなの嘘よ。あんたなんかについてくる部下なんていないと思うわ。まったく聞き分けの悪い嫁だな。そもそも要領悪く残業なんてしてるお前が悪い。今は繁忙期なの。みんな残業してるんだから私が仕事ができるできないは関係ないわよ。それじゃあお前の働く会社はみんな要領が悪いんだな。はあ。私の同僚や部下をバカにするのはやめてよ。じゃあお前が仕事を辞めればいいだろ。どうしてそうなるのよ。私は仕事が好きで働いてるし、あなたも結婚後は働き続けていいって言ってくれたじゃない。それは昔の話だろ。お前みたいな中古品のババアを雇ってる会社もどうかしてると思うぞ。中古品って何よ。そんなひどい言い方するのやめてくれない？俺は事実を言ってるだけだ。っていうか口を動かしてないで手を動かせよ。飯を早く作れ。もう知らないわ。私、外で食べてくる。はあ？おい、ふざけんな。私は、夫との口喧嘩を強制的に終わらせて外に出た。こんな感じで夫とは口を開くと喧嘩ばかり。娘がいた頃は、娘がいたからなんとなく家族での会話もしていたが、娘がいなくなった今、口喧嘩以外で会話をすることはほとんどない。夫とは恋愛結婚をしたはずなのにどうしてここまで冷え切った関係になってしまったのか。しかも私たちが付き合ったのも、夫から猛アプローチをしてきたことがきっかけだった。交際中は夫はものすごく私に優しくてたくさん尽くしてくれた。そして結婚だって夫がプロポーズしてきたから結婚に至った。愛されて結婚するのが女性の幸せって思ってたから、夫がこのように私に対して
冷たい人に変わってしまったことは正直寂しい。夫が変わったと思うのはここ数年だ。なんとなくだけど浮気してる気がする。だけどなかなかガードが固いので、証拠になりそうなほころびが出てこない。興信所に頼もうと思ったりもしたが、心のどこかでまだ夫を信じてる自分もいる。関係はこんなにも冷めきってるのに、おかしいと思うかもしれないが、やっぱり23年も連れ添った仲なので、夫を信じたかったのだ。そんな風に悶々とした日々が続いていた。そして一緒に過ごすたびに夫への不満も募っていた。その後も仕事と家事を頑張りながら数ヶ月が経った頃、夫が話があると言って私を居間に呼んだ。一体何の用だろうか。話があるって何？私は警戒した。夫はやけにニヤニヤしている。そして笑いながらこのように言った。もう中古のババアは無理だ。離婚してくれ。私は突然の離婚宣言に驚いた。だが答えは一つだ。いいわよ。夫が間の抜けた声を出した。お前、本気か？俺は離婚って言ったんだぞ。ええ、わかってるわよ。結婚生活をやめるって意味よね。離婚なんてしたら色々と大変だぞ。それこそ世間体とか気にしないのかよ。これから大変なのはわかるけど、別に私は働いてるし、世間体とかも別に気にしないわよ。今の時代、離婚経験者はいるでしょ。まあそうだけど。っていうか、離婚を切り出したあなたの方が焦ってるのってどういうことよ。もしかして私が離婚はしたくないとでも言うと思ったの？いや、でもそんなに簡単に返事をするとは思わないだろ。でも離婚したいって言ったのはあなたよ。私が離婚を承諾したら、あなたにとっては嬉しいことなんじゃないの？それはそうだけど。もしかして脅しとか？離婚したいっていうのは口だけかしら？そんなわけないだろ。じゃあ離婚しましょうよ。それで離婚届は？今は手元にはないんだ。はあ。普通そういうのは準備しておくものでしょ。容量が悪いのね。うるさい。ちょっと待ってろ。今すぐ取ってくるからな。夫は私の挑発に乗り、すぐに離婚届を取ってきた。本当にいいんだな。しつこいわね。さっさと離婚届を書いちゃいなさいよ。わかったよ。言っておくけど、俺は浮気はしてないからな。いきなり何？あなた、不倫してるの？だからしてないって言ってるだろ。そんなことを言い出す方が怪しい。財産分与はきっちりとしましょう。私がすんなり離婚を受け入れたことに夫はかなり驚いたようだったが、今までの夫の態度やひどい暴言を考えると当たり前だろう。むしろ離婚したくないと思う人なんていないんじゃないか。私もしっかりと働いているので別に生活に困ることはなかった。夫との離婚が決まった後、娘にもすぐ電話で離婚したことを報告した。さすがに娘も驚いていたが、娘も夫の今までの私への言葉や態度を見たり聞いたりしていたので、私が離婚をすぐに承諾したことに納得していた。ところで、あなたのところにお父さんから電話とかメール来てないの？今はまだ来てないけど、今日あたり来そうだね。夫は娘のことを溺愛している。だが娘は父親である夫のことをあまり好きではない。娘が子供の頃、夫は仕事が忙しいと言って、娘の学校行事に参加することがほぼなかった。そのため娘はとても寂しい思いをしていたのだ。しかもそんな状態で私へのひどい言葉や態度を見ているので、
大人になるにつれて夫に対しての嫌悪感が増しているようだ。お父さんって本当にひどいわね。あ、待って。今ちょうどお父さんからLINEが来た。え、なんて言ってるの？母さんと別れることになった。寂しいから遊びに来てくれよだって。絶対にお父さんがいる家には行きたくないわ。むしろ、これで気兼ねなくお母さんと会えるから嬉しいわ。今度、ご飯食べに行こう。ええ、いいわよ。やったー。っていうかお父さんはどうしていきなり離婚を切り出してきたんだろうね。なんか聞いてもないのに浮気はしてないぞって言ってたから、もしかしたら不倫してるのかもね。だとしたら最低だわ。まあ、憶測でしかないけどね。そんな会話をして私は娘との電話を切った。それから約1ヶ月ほどが過ぎた。私は娘と待ち合わせしていたカフェに行った。お母さん、久しぶり。半年ぶりくらいかな。すごい元気そうで肌も綺麗になったね。ストレスが減ったからかも。今は一人で暮らしてるんだもんね。ええ、会社近くのマンションに住んでるから、通勤も楽になってすごく快適に暮らしてるわ。それはよかった。こんなことなら早く離婚すればよかったって思うわ。確かにあの気難しい顔を見ながら家事をしなきゃいけないのは嫌だよね。本当にそうよ。あの人、私のこと中古品のババアだなんて呼んだのよ。ありえないわ、最低。娘と一通り近況を報告し合った後、娘が少し気まずそうにある話をし始めた。っていうかさ、お母さん、この前にお父さんが不倫してるかもって言ってたじゃない。私、気になって興信所に頼んで調べてもらったの。そうなの。それで調査結果はもう出たの？これが結果だよ。私は緊張しながら娘から渡された調査結果を見た。そしてそこには夫が若い女と親密そうに腕を絡めながらホテルや家に入っている写真が入っていた。これって不倫ってことよね。それ以外考えられないでしょ。私はショックだった。やっぱり夫は新しい女を作って私を捨てたのだ。お母さん、悲しんでる暇はないよ。こうやって証拠を得たんだから慰謝料を取るべきでしょ。そうね。っていうか、あなたが依頼してくれた興信所のお金も払わないといけないわね。それはお父さんから慰謝料を奪ってからでいいよ。でも、もう別れてるのに不倫の証明ができるかしら。実はその証拠ももう取ってるんだ。どういうこと？そう言って娘は他にも資料を用意していた。これ、お父さんと不倫相手の LINE のやりとり。どうやって手に入れたの？お父さんの私への好意を利用しちゃった。話によると、娘は夫に会いに家まで行き、手料理を振る舞って酒を大量に飲ませたらしい。娘と二人で食事ができることや、手料理を振る舞ってもらえたことに気持ちが舞い上がった夫は、勧められるがままに酒を飲み、酔いつぶれたらしい。そして娘は酔いつぶれた夫の手を使って夫のスマホの指紋認証を開けて、LINE のやり取りをスクショし、それを自分の LINE に送って証拠をゲットしたそうだ。あんたすごいわね。だって、私たちを裏切って不倫したお父さんが許せなかったからね。これだけあればお母さんは勝てるわ。そうね、ありがとう。あの人と不倫相手と徹底的に戦うわ。そして私たちは元夫を呼んで慰謝料について話すことに。私がいると元夫は来ないだろうから、娘が二人で会おうとしている体でカフェに呼ぶことに。娘と元夫が一緒になったところで私が席に向かう。
すると元夫はとても嫌そうな顔をした。なんでお前まで来るんだよ。私だってあんたに会いたくないわよ。だけど大事な話があるの。はあ？話ってなんだよ。あなた、不倫してたでしょ。何言ってんだよ。そんなことしてないって離婚の時に言っただろ。あの時はうまく隠せてたようだけど、まあプロの目は盗めなかったようね。私はそう言って、娘が興信所からもらった不倫の証拠写真をテーブルに広げた。元夫は驚いていたが、これはお前と別れた後に付き合った相手だ。だから不倫じゃないと主張した。まあ、そう言うと思ったわ。実は証拠は他にもあるのよね。そして私は、これまた娘が用意してくれた元夫と不倫相手の過去の LINE のやり取りを印刷したものを見せた。これの日付って、すべてまだ私たちが夫婦の時よね。さっきの写真と合わせて確実に証拠になるわ。どうやってこれを？お父さんと実家で飲んだ日、私がお父さんのスマホを開けて全部調べたの。お前そんなことしてたのか。最低だぞ。いくらなんでも父親のスマホの中を勝手に見るなんて。最低なのはどっちよ。妻がいて娘もいるのに、家庭をぶち壊すようなことを平然とした人の方が絶対に最低でしょ。不倫なんてことした人が私に文句とか意見とか言ってこないで。お父さんなんて大嫌い。大好きな娘に大嫌いと言われて元夫はひるんでいた。証拠がこれだけ揃ってるので、慰謝料を請求するから。何言ってんだよ。俺たちはもう別れたんだ。慰謝料を支払う義理はないだろ。はあ、あなたって本当に無知なのね。浮気の時効は3年よ。つまり、別れてまだ1ヶ月程度しか経っていない私は、余裕で慰謝料を請求できるってわけ。そんな。じゃあ話はこれで終わりだから。後のやりとりは弁護士を通してしましょう。あ、お父さん。私、最後に言い忘れてたことあったんだった。なんだ。何かを期待するような顔を娘に向ける元夫。お母さんのこと、中古品のババアなんて呼ぶ資格あなたにはないよ。っていうか、それを言うならお父さんも中古品のジジイだよね。自分のこと棚にあげて相手の悪口言うのやめた方がいいよ。もしそれを部下にやってるなら、お父さん相当嫌われてるだろうね。娘の私にもこんなに嫌われてるわけだし。あと今日限りでお父さんとは縁を切るから。二度と連絡してこないでね。娘が畳みかけるようにこのようなことを言ったので、元夫はショックで固まっていた。目には涙を浮かべていたが、特に触れずに私は娘と一緒にカフェを出た。そしてその後は、そのままもう一人の対戦相手のもとへ。それは元夫の不倫相手だ。別のカフェにて会うことになっていた私たち。私と娘が向かうとすでにその女はいた。タバコを吸いながら待ち構えていた女。あんたたち、何の用があって私を呼んだわけ？簡潔に言うわ。不倫してたことについての慰謝料を支払ってちょうだい。はあ、慰謝料。私はあの人が独身になってから付き合い始めたのよ。不倫じゃないでしょ。私は元夫にも見せた証拠を見せた。これで不倫だという証明はできてるの。弁護士からも慰謝料は取れるって聞いてるわ。でももう離婚してるでしょ。だったら慰謝料は取れないでしょ。あなたもアホなのね。元夫もそうだけど、やっぱりルイは友を呼ぶのかしら。何よ。私をバカにしてんの。中古品のババアのくせに。元夫はあなたにもそんなことを言っていたのね。本当、
お父さんって最低ね。こんな若作りの古いメイクしかできないおばさんのどこが良かったんだろ。はあ、あんた何様のつもりよ。私からしたら、あんたもただのおばさんだからね。しかもただの派遣社員でしょ。ずっと正社員で働いて課長の役職についてるお母さんの方が、よっぽどまともでしっかりしてて尊敬できる女性だと思うわ。ああ、勘違いしないでね。派遣社員をバカにしたんじゃなくて、あなたがお母さんよりも劣ってるおばさんだってことを分からせるために言っただけだから。なんなのよ。この娘。ムカつくわね。娘が不倫相手にそのように言ってくれてスカッとした。話がそれたけど、慰謝料の件よろしくね。離婚しても不倫の慰謝料の時効は3年だから。そんな。あとあなたの家に内容証明を送ったから。旦那さんにも不倫のことは知られるでしょうね。ちょっと待ってよ。そんなの聞いてないわ。私が離婚になったらどうするのよ。そんなの知らないわよ。人の家庭をぶっ壊しておいて、自分だけいいとこ取りできるとか思わないでちょうだい。不倫相手は顔面蒼白の状態で固まっていた。私と娘はスカッとした気分で店を出た。その後、元夫と不倫相手からはしっかり慰謝料を支払ってもらった。二人とも不倫相手の旦那さんからも慰謝料を請求されたので、極貧生活を強いられているようだ。ちなみに私は元夫の職場にも内容証明を送ったので、元夫の不倫は社内に広まり、元夫は降格処分となったらしい。また娘が元夫の会社の人と一緒に仕事をすることになったらしく、その時に元夫のことを聞いたそうなのだが、元夫は上司の中で一番嫌われていたらしく、不倫騒動で降格処分になった時、社員全員が喜んでいたらしい。やっぱりなと思いつつも、全員が喜んでいたのを想像すると笑ってしまった。唯一の取り柄だった高収入もなくなったあの人に、興味を持つ人なんて誰もいないだろう。せいぜい、残りの人生を寂しく孤独に過ごせばいい。一方、私は順調に仕事とプライベートを両立している。これからも娘や友人と定期的に会ったり、趣味の時間を作ったりしながら充実した日々を過ごしたいと思う。